どうも、じゃあギターショップトニークの小沢です。皆さん、フェンダーってご存知ですよね。エレキギター2大ブランドの一つとも言われるフェンダーなんですけども、フェンダーの中でもですね、いろいろなラインがありまして、例えばですね、日本製だったりとか、USA 製だったりとか、メキシコ製、カスタムショップ製みたいなあるんですけども、それぞれで音がどう変わるのかっていうところをやっていこうと思います。ちょうどですね、トニークにフェンダーのカスタムショップ製と、フェンダーの USA 製、あとはですね、フェンダーのメイドインジャパンシリーズですね、が店頭にありますので、それぞれの特徴を解説して、最後はサウンドチェックもやっていこうと思います。今回紹介するフェンダーのメイドインジャパンシリーズ USA の中のカスタムショップっていうのは、今現在でもフェンダーが直々に手をかけているラインといいますか、フェンダーの良さをものすごい感じられるシリーズだと思いますので、どう違うのかやっていければと思います。よろしければ最後までご視聴ください。ということで本編へどうぞ。まずはじめにフェンダーストラトキャスターとはどういったギターなのかっていうところをやっていこうと思います。はい、何回も話してるんですけどね、1954年にですね、フェンダー社から登場したエレキギターになってますね。かの有名なレオ・フェンダーという方が開発したモデルです。ボディはですね、ダブルカッタウェイのデザインを採用してまして、バックコンターだったり、こちらのエルボーコンターだったりっていうところで、構えた時にものすごいフィットするデザイン、かつ軽量化にもつながってますし、ハイポジションへのアクセスもしやすいという風な。はい。そしてピックアップがですね、シングルコイルと呼ばれるピックアップが3基搭載されていて、セレクターがですね、今は 5way が主流なんですけども、当時は 3way のものが採用されておりました。で 3way ですと、このフロントとセンターとリアっていう風な、それぞれ単体でしか反応させることができなかったんですけども、このハーフトーンと言いまして、フロントとセンターのミックスだったりとか、センターとリアのミックスっていう風な、合計で5種類のサウンドを出せるっていう風な、非常にサウンドのバリエーションも豊富っていう風なメリットがありますね。コントロールがですね、1ボリュームと2トーンになってまして、この手元の一番近い位置がボリュームで、トーン1、トーン2とあるんですけども、トーン1は基本的にこのフロントピックアップのトーン、トーン2がセンターピックアップのトーンという形になってますね。結構もう今だとリアトーンも効かせるような配線が割と主流になっているとは思いますが、ストラトキャスターがリリースされた当初っていうのは、リアにはトーンは効かなかったんですね。そしてブリッジが、シンクロナイズドトレモロユニットというものが採用されておりまして、それまであった、ビグスビートレモロとかと比較すると、かなり大きな大胆なアーミングができるという風な、トレモロユニットです。これによってジミ・ヘンドリックスが、アーミンググワングワンやって様々な名演を残したりしているわけで、このシンクロナイズドトレモロユニットをベースに様々なトレモロユニットが開発されたりもしてますね。ウィルキンソントレモロとか、フルドローズトレモロとか、それらが後々に派生モデルとしてリリースされるというような、それらの元祖ですね。そしてスケールが 25.5 インチスケール、ロングスケールですね。フェンダーだともう大体このスケールというか、テレキャスもそうですし、ジャズマスターもそうですし、基本的にはこの 25.5 インチが多く採用されているかなと思います。ストラトについてですね、ものすごい細かく解説している動画がありますので、よろしければそちらもぜひチェックしてみてください。いわゆるフェンダーのストラトキャスターとギブソンのレスポールみたいな形で、エレキギターといえばの一本だと思いますね。iPhone の絵文字のアイコンもギターって入れるとストラトですしね。エレキギターといえばこのデザインっていうのが世界中で認知されているのかなと思いますね。で、このストラトキャスターを元に本当にいろいろなモデルが登場しているといいますか、全ての元祖ですね。この間ですね、久々にちょっと家のストラト弾くかと思って、JW ブラックのストラトをちょっと引っ張り出して久々に弾いてみたんですけども、やっぱり構えた時の本当にフィット感、口が説明してるんですけども、いざやっぱ構えてみるとめちゃくちゃ弾きやすいというか、弾いててあんまり疲れないみたいなのもめちゃくちゃありましたね。改めてそういう風なことを感じられるぐらい洗練されているデザインだなと思いますね。これが1954年リリースなので71年前に登場したモデルですね。その頃にこういったものを開発しているレオ・フェンダーっていうのはやっぱりもう偉人だなと思いますね。続いてストラトキャスターを愛用しているアーティストなんですけども、ジミ・ヘンドリックスだったりとか、エリック・クラプトンだったりとか、ジェフ・ベック、リッチー・ブラックモア、ウェイ・マルムスティーン、ジョン・フルシアンテ、ジョン・メイヤー、コリー・ウォンなどなどですね。もう本当に数えきれないぐらいのストラトのギタープレイヤーがめちゃくちゃいまして、まさに音楽史そのものなんじゃないかなと思いますね。この人も使ってますみたいなのあったらもうガンガンコメントしてください。ということで、そんなフェンダーのストラトキャスター3本ですね、これからそれぞれ紹介していこうと思います。まずはじめに紹介するのが、最高級のカスタムショップ製です。フェンダーカスタムショップというのはですね、1987年に設立されておりまして、フェンダー USA の中でもですね、アーティストだったりとか、ディーラーのカスタムオーダーに対応するために生まれた特別な製造部門です。そのカスタムショップでしか使えない選定された木材ですね、を使用して、フェンダーが認めた熟練の職人が、製作をしておりますね。ヴィンテージのフェンダーを再現するために、当時と同じような製造工程で、オリジナルフェンダーの再現を行っている
部署ですね。で、価格がだいたい新品で今80万円からですね。かなり高級なラインなんですけども、やっぱりこのエレキギター2大ブランドの一つの最高峰のラインということで、非常に憧れのモデルなんじゃないかなと思います。で、今回使用するのがこちら、フェンダーカスタムショップ1960ストラトキャスターレリックです。こちらはですね、その名の通り1960年製のストラトキャスターのスペックを再現したレプリカモデルですね。もちろんアメリカでハンドメイドで製作されているフェンダーの最高級モデルです。ボディがですね、このレリック加工と言われまして、新品の状態から長年引き込んだようなルックスに仕上がってますね。で、木材がアルダーで、ネックがメイプル、指板がローズウッドですね。60年製のレプリカなので、スラブボードですね、ちょっと厚みのあるローズウッドを貼り付けております。で、塗装が伝統的なニトロセルロースラッカーで行われておりまして、指板 R は 9.5 インチ、若干太めのフレット採用していたりとか、ヴィンテージフェンダーの再現ではあるんですけども、少し演奏性に関しては若干モダンに寄せたモデルになってます。価格が2014年製の中古品で41万8000円で販売中でございます。まさにもう憧れの一本ですね。このフェンダーカスタムショップのロゴがあるんですけども、これを上回るかっこいいロゴってあんまり見ない気がします。続いて紹介するのが王道のアメリカ製ですね。はい。こちらフェンダー USA と言われるモデルなんですけども、いわゆるフェンダーのレギュラーラインですね。アメリカのコロナ工場にて生産されておりまして、先ほど紹介したカスタムショップがですね、ヴィンテージフェンダーの再現を行っているのに対して、現代の主流になるモデルを製作しているのが、こちらのフェンダー USA ラインですね。一応アメリカンヴィンテージとか、ヴィンテージリーシュのものもあるんですけども、基本的には現代風なモデルが多いと思います。先ほどのカスタムショップがほぼ職人さんの手作業で行われていたんですけども、USA のラインに関しては工場で最新の機械設備とその仕上げの部分とかは職人さんがしておりまして、まさにハイブリッドで製作されているような形ですね。そして価格が新品で20万円からです。で、今回紹介するのがこちらフェンダーのアメリカンスタンダードストラトキャスターです。こちらはですね、1986年に登場したフェンダーの代表機種ですね。今はちょっと生産終了してしまっていて、アメリカンプロフェッショナルという風になっているんですけども、40年近く様々なギタリストに愛されたシリーズですね。そのアメリカンスタンダードシリーズの特徴なんですけども、C シェイプのネックグリップだったりとか、あと22フレット仕様になっていたりとか、ミディアムジャンボのフレット採用している点とか、9.5 インチの指板 R とか、2点指示のトレモルユニットとか、ちょっとモダンなデザインのストラトキャスターになっております。木材見ていきますと、アルダーボディのメイプルネックですね。で、ピックアップシングルコイル3基搭載しておりまして、こちらが1996年製の中古品ですね。15万9500円で販売中でございます。まさにフェンダーといえばこれみたいな感じのイメージが個人的にはあるアメリカンスタンダードシリーズなんですけども、皆様はどうですかね。このモデルですね、1996年製造ということで、フェンダー社50周年記念という風なタイミングで作られた、ちょっと希少なモデルになっております。最後に紹介するのが、こちらフェンダー公式の日本製ラインであるメイドインジャパンシリーズですね。フェンダーのメイドインジャパンとはというところなんですけども、もともと1982年に設立されたフェンダージャパン株式会社というのがありまして、その後ですね、1997年に消滅しまして、神田商会さんがですね、アメリカのフェンダーからライセンスをレンタルしてブランドとしてフェンダージャパンの運営を始めます。で、その後2015年ですね、アメリカのフェンダーがですね、本社フェンダーミュージック株式会社を立ち上げまして、神田商会さんとのライセンス契約が終了して、事実上フェンダージャパンというブランドはなくなりますね。で、その後ですね、メイドインジャパンシリーズという風な括りになるんですけども、それはアメリカのフェンダーが直接手掛ける日本製のモデルという風に登場しております。なので、本国のフェンダーがですね、手掛けるということで、シリアルの位置だったりとか、デカールの貼り方とか、プラスチックパースとか、ノブのフォントだったりとか、他にもですね、細かいスペックがよりUSA っぽくなったというか、USA 製のエッセンスを多く含むようになった日本製のモデルですね。それまではですね、フェンダージャパンっていうのが、フェンダー公認のコピーモデルという風な括りだったんですけども、このメイドインジャパンシリーズに関してはもう直接手掛けているということで、なのでこういった風によりアメリカのモデル、本家に近づいたようなスペックを持ってますね。他にもですね、フェンダーのマスタービルダーであるクリス・フレミングという方がいるんですけども、その方の技術指導によってですね、木材の管理方法とか、ネックと指板の結合方法だったりとか、トラスドットの仕込み方とか、目に見えない部分もですね、多数アップグレードされているという話ですね。で、価格が新品でだいたい14万円からですね。今回紹介するのがフェンダーのメイドインジャパンハイブリッド2ストラトキャスターです。このメイドインジャパンハイブリッドシリーズっていうのがですね、このヴィンテージライクなルックスはそのままなんですけども、よりモダンな演奏性を追求しているという風なモデルですね。ボディがですね、本家同様のアルダー採用しております。ここもかなりポイントだと思うんですけども、フェンダージャパンって基本的にバスットを採用していることが多くて、上位機種とかになると採用してたんですけども、こちらアルダーをしっかり採用しております。メイプルネック、ローズウッド指板というような組み合わせで、ネックグリップですね、特徴的でして、基本的にフェンダーのストラトっていう
グロスって言ってツヤのあるフィニッシュを採用することが多いんですけども、こちらツヤ消しのサテンですね。ちょっとサラサラとした手触りで滑りがすごい良くなっておりますね。で、指板 R が 9.5 インチで、ナロートールフレットとロック式のペグと、2点指示のトレモロユニットということで、このストラトのデザインは残しつつも、ちょっとモダンな演奏性というか、モダンなスペックに仕上がっておりますね。ピックアップがハイブリッド2カスタムボイスドシングルコイルを3機搭載しておりまして、価格が中古で104,500円で販売中でございます。そんな感じで、フェンダーが手掛けるメイドインジャパンシリーズと、フェンダー USA と、フェンダー USA のカスタムショップですね。それぞれ紹介してきましたが、音、どれぐらい違うのかっていうところですね。どれもフェンダーが手掛けてはいるんですけども、価格も違って、木材も違って、作ってる場所も違ってみたいなのがあるので、そこがどう音に出ているのかチェックしていければと思います。いつも通りクリーンとクランチとドライブで鳴らしていきますので、音聞いてみてください。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？いや、違いましたね。まあでもそれぞれこう違って、それぞれこういいと言いますか。はい。まあカスタムショップに関してはですね、すごいヴィンテージ目指しているということで、はい、非常に味のあるサウンドで、見た目もですし、サウンドに関しても間違いなく良くて、所有欲もすごい満たされる最高峰の一本かなと思いましたね。で、USA に関しては価格帯といい、サウンドといい、弾きやすさといいっていうところで、非常に安心して使えて、信頼性の高さみたいなものも、はい、あるかなと思いましたね。ガンガン引き込んでもいいですし、その USA のモデルベースにいろいろと改造しても面白いかなと思ったりしました。で、メイドインジャパンシリーズに関してもですね、この中では一番こう低価格に位置するモデルではありますので、フェンダーっていうものをこう手軽に楽しめて、で、かつ完成度もめちゃくちゃ高かったと思いますね。どれもですね、エレキギターのトップブランドであるフェンダーが手掛けているシリーズということもあるので、フェンダーらしさっていうところは、共通してあったのかなと思いますね。ちょっとプラシーボもあるかもしれないんですが、はい、小沢個人的にはそう思いましたが、皆様いかがでしたでしょうか？このモデルが良かったとか、今度これも紹介してとか、何やらありましたら、ぜひぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。先日ですね、11月の半ば頃なんですけども、PRS の SE の、セミナーに行ってきまして、PRS 社の重役であるジャックさんが来日されてるということで、セミナーやるっていうので、行くしかねえなと思って、行ってまいりました。で、ざっと2時間ぐらい SE に関する話とか、あと S2 とか、コアに関することとか、ざっくりといろいろお話聞かせていただいたんですけども、基本 SE メインで紹介していただいて、ただすごい奥が深かったというか、SE 単体だけでもめちゃくちゃこだわりがあって、乾燥のプロセスだったりとか、あとパーツ一個一個へのこだわりとか、最初に出した時の SE と今最新の SE を持って比較すると本当に別物なんですよ。いざ目の前で2つ見てみると、こんなに SE って進化してたんだみたいなって改めて思いましたね。他にもですね、パーツでナットがあるんですけども、 PRS のナットってオリジナルの素材で作って製作されているんですけども、オーソドックスなナットと PRS のナット上からポンって落として音がどう違うのかとかやったりとか、 SE と S2 とコアのネックをですねちょっと叩いて音がどう違うかとか、乾燥をしっかりしている木と、してない木とかを叩いて音がどう違うのかみたいな、目の前で実演していただきつつ、席に座ってる我々にも板が渡ってきて自分たちでもチェックできるみたいな感じでやってましたね。本当に全然違うというか、一つ一つのことやってることに全部理由があって、でそれをもうちゃんと自信を持って話してるみたいなのがめちゃくちゃいいなと思いましたね。新製品も続々登場していて、アップグレードもどんどんされていってみたいな形で、ジャックさんが1986年に作ったって言われるめちゃくちゃかっこいいカスタム24があったんですよ。その会場の前の席にかけられていて、うわすげえかっこいいなあれみたいな、このいつ頃のなんだろうみたいな感じで見てて、でしたらジャックさんがこれがその1986年に自分のために作ったやつでみたいなって話してて、よかったら持ってみてくださいみたいな感じで渡されて、みたいな、触っていいんだみたいな感じになって、実際に見させてもらったんですけど、いやめちゃくちゃかっこよくて、 PRS って常に最新が一番いいと言われているブランドなんですけども、昔のかっこよさもあるなみたいな感じで、うちにも今91年のカスタム24あるんですけども、これもちょっとトップのカーブとかもすごい美しくて、今ももちろん最高なんですけど、昔も昔で良さがあるなと改めて思ったりしましたね。そんな感じで日々 PRS に関していろいろお勉強させていただいて、 PRS 大好きなので毎日デジマート見たりしてるんですけども、こういったメーカーさんから教えてもらったことをどんどん皆様に還元できればと思っておりますので、引き続き皆様よろしくお願いします。ということで、この動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださった皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェックフォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギアショップと2区営業しておりますので、ぜひご来店いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。